おはようございます。ですね、タイトルにもある通りでメンバーシップを始めます。はい。ですね、だいたい4月末くらいですかねに、メンバーシップやりますというお話だけしていて、ずっとですねこの間いろいろと準備を進めていたんですが、結局ですね3ヶ月ぐらい経ちましたね。はい、大変お待たせいたしましたが、今日からメンバーシップを行おうと思います。ただ今回僕のメンバーシップは YouTube 上のメンバーシッププログラムではなくて、サブスタックというプラットフォームで行います。サブスタック知らないという方も多いと思うんですが、ざっくり言うとですね、ブログ、ツイッター、ニュースレター、こういったものが全て一つのプラットフォーム上で完結するというようなツールになっています。日本の方にも結構発信をされている人がいるので、見てみると面白いんじゃないかなと思います。で今回サブスタックで始めるメンバーシップの名前をリビングラボプロジェクトというふうに名付けました。参加する方々は皆さんプロジェクトメンバーです。その名前の通りで、できるだけ実験的なことをいろいろとしていきたいなというふうに思っています。この YouTube の上がっている動画や内容に関して、もう少し補足をしたり裏側の情報とかを挟んだりだとか、あとインスタグラムとかノートとかでも触れられていないような話を中心にね、いろいろと発信をこちらでもしていきたいと思っていて、これを有料で行おうと思っています。まずはニュースレターから始めていきます。先ほど話した概要欄のリンクから飛べるページはまさにそのニュースレターのサンプルのページですね。こういった内容を中心に、月に 2,3 回は、配信をしていきたいなというふうに考えています。まずはこちらのページをね、無料で読めますのでぜひ読んでいただいて、ちょっと今後もこういう話を聞きたいなという方はぜひぜひ登録いただけると嬉しいです。なぜメンバーシップをやるのか、そしてなぜそれをサブスタックで始めるのかというところをね、お話しします。これはニュースレターにも書いているのでぜひ見ていただきたいんですが、一つは、文章を書きたかったっていうところですね。僕の今の発信、なんなら発信に限らず、仕事も含めてほとんどが動画映像周りになっています。ここに価値をね、見出してくださる方とか企業の方がいるのは、それはそれですごく嬉しいんですが、とはいえ自分としては、別の発信とか表現の方法も模索していて、特にテキストとか、写真を使いたくなったというところですね。それも、僕が普段見聞きして入れている、コンテンツとか情報の半分かもうそれ以上くらいはテキストなんですよ。そう、動画の人間ではあるんですが、ブログとかウェブメディアとかニュースレターとかそういったところをねすごく楽しんで見ているということもあって、自分もこういう形の発信がしたいとは常々思っていました。実はなごみ家というこの YouTube チャンネルを大学1年生に始めたんですけど、その前、本当に大学入る前ぐらいからブログを半年ほど書いていたんですね。なごみ家.com とかでドメインを取った記憶があります。それだけ文章とか写真っていうのには、個人的な思い入れがあるので、そういった発信は続けていきたい。実際ノートで年に1回くらいのペースでノートを書くんですけど、それをやっているのも、僕が文章好きっていうところがあるんですね。テキストだからこそ伝えられる雰囲気とか、あとやりやすさみたいなのも確実にあるので、それをねどうにか継続的な形で続けたいなということで、今回サブスタックというツールを選びました。あとテキストで発信することのメリットとして、海外の方が非常にアクセスがしやすくなるというのがあります。この1年で海外の方に本当に多く見ていただくようになりまして、平均してだいたい2割くらいは日本ではない海外からの、視聴者の方ですね。特に韓国や台湾を中心に多く見ていただいています。動画でも結構字幕とかを入れてはいるんですけれども、テキストだと翻訳が特にしやすいですよね。でサブスタックだと特に自動翻訳機能っていうのがついていて、まさにX とかねに今ついているような機能ですけど、動画よりもよりとっつきやすいようなコンテンツになっています。そして2つ目がクローズドな場が欲しいということです。僕がですね X をやめたことは実はビデオポッドキャストの方でね話していますが、 SNS で言えることの制限みたいなものがどんどん厳しくなってはきていますね。
別にコンプライアンスギリギリのことがしたいわけではなくて、僕のチャンネルっていうのは、かなりリアリティがあります。実際に付き合ってる友達がたくさん出てくるし、なんなら大学生の頃からずっとやっているので、もうほぼドキュメンタリーみたいなもんなんですよね。自分の中でもこう振り返って面白いなと勝手に思ったりもするんですが、その中で言えないことが増えていくのはどうしても自分としても、気持ちが悪いというかむずがゆさがありますし、別に変にね炎上したいとかいうわけではないので、どうにかそれをね、続けられるような場があればいいなということは、ずっと思っていました。最近はこういったメンバーシップもそうですし、オンラインコミュニティみたいなのも結構増えてきていると思うんですが、あれはまさになかなかこうねオープンなパブリックな場所だとどうしても共有しにくい、できないような知見がどんどんクローズドな場で共有されているっていう流れでもあるんですよね。僕もYouTube をやっている身としてそういう場があったらいいなっていうのは痛感するところなので、そういった一個僕のこうチャンネルとかね、発信に関心を持っていただいている方にオープンにはしにくい届けられる価値があるんじゃないかということで、今回始めるに至ったという形です。で最後3つ目はお金の話です。1つ目で特に話した通り、今なかなかこう話せていない、作れていないコンテンツをどうにかね、テキストとかで続けたいんですが、それこそノートとかもそうなんですけど、なかなかこうお金は生まれないわけですよ。なので、ぜひ発信したいことをできるだけサステナブルにというかね、継続的に続ける上で、どうにかここ単体でこうね、運営ができるといいなということは思っていて、そうするとこういったメンバーシップ形式が一番良いというか、関心を持ってくださる方とよりこう強く関われて、で僕も価値を届けられてっていうウィンウィンの関係を作れるんじゃないかなというところに期待しているという感じです。以上が僕が今回メンバーシップを、サブスタックで行うに至った経緯です。すでにですねサンプルコンテンツということで第0号の記事を公開しています。概要欄の方からぜひ見てみてください。今のところはこんな感じでですね、直近のコラムですとか、あとは公開した動画のちょっとした裏話とか背景の話、あとは最近の僕自身の細かな出来事とか、気になったニュースインプットみたいなものをピックアップして、ご紹介しています。でまた毎回のように僕はこのチャンネルで質問を募集しているにもかかわらず、全然答えられないという状況が続いており、本当にね質問を送っていただいた方には申し訳ないんですが、こちらの Q&A コーナーで今後ね、継続的に答えられればというふうに思っているので、そういった形でプロジェクトメンバーの皆さんと会話というか、コミュニケーションを取りたいなというふうに思っています。今後どんどんとこのリビングラボプロジェクトという名前の通りでいろんな実験をしていきたいと思っています。実際すでにですね、このシリーズをやりたいというコンテンツの連載みたいなものは何個か固まっていますし、またコンテンツ以外にもですね、本当にこれは全然何も決まってないんですけれども、イベントだとか、あとは何かね、製品作りとか、そういう話に今後なっていった時にプロジェクトメンバーの皆さんが特別にそういったものにアクセスできたりだとか参加できるようにしていきたいというふうには考えています。よければぜひご登録いただけると嬉しいです。ただこれドル建てになっています。サブスタックを使っている都合上ちょっと申し訳ないんですけれども、決済自体に関しては特に日本円かドルかで不都合が生じることはおそらくないので、安心してご登録いただければとは思います。一応月額と年額でプランをご用意していますので、よければぜひ、ご選択いただいてご登録いただければと思います。ということでメンバーシップリビングラボプロジェクトのお誘いでした。よければぜひねプロジェクトメンバーの皆さんと今後密に関わっていきたいと思いますので、ご登録のほどよろしくお願いします。ぜひぜひ今後も動画も含めて見ていただけたら嬉しいです。このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画およびコンテンツを出しているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。今日はこの辺で以上なごみけでした。では。